皆さんこんにちは、刀のまいさんです。だいぶお久しぶりの投稿となってしまいまして、今年の春は悲しいお別れが続いて気持ちが落ち込んでいた時期が長かったり、そこから立ち直ったら仕事を頑張らなきゃで動画編集自体に手が回らなかったり、他にもいろいろありまして、この旅の続きをアップしていくこと自体悩んでしまった時期もあったんですけど、シンプルに師匠や道場の仲間たちが続きを見たいと言ってくれたのが嬉しかったので、また公開していくことにしました。今回は師匠と共にお弟子さんのお家にホームパーティーにお呼ばれした日の動画ですね。乾杯。まずはビール片手に今回のセミナーのねぎらいとお土産をプレゼントし合っているところです。私と師匠はみんなが大好きな日本酒と日本のお菓子と、あとお出汁とお味噌、ちょっといいものを選びました。みんな喜んでくれて嬉しかったです。ところで皆さんはホームパーティーはよくされるでしょうか？私の場合ですと、自宅には残念ながらいろいろと人を呼べない事情がありまして、で言うとなんかすごく家が汚いのかと思われてしまいますが、真逆ですね。すごく綺麗なんですけれども、いわゆるミニマリストと言いますか、うちにはですね、椅子も食器も家族の人数分しかないもので、あとソファーもないんですね。なので友人を招いても座っていただくところがないっていうことで、ちょっと呼ぶことができないんですけれども、呼べないのに友達の家には行きたいというのもフェアじゃないと言いますか、なので大体は外に出かけるときは、大人になってからは友人の家に行くのはごくわずかな経験となっております。で今話しているのはシンプルに友達の家に行くかどうかの話になってしまいましたが、お家でパーティーをするかという話です。日本ではやる方とやらない方とちょっと差があるんじゃないかなと思うんですけれども、ドイツではよく大切な友人同士でホームパーティーをするそうです。今回は本格的なチーズフォンデュを振る舞ってくださるとのことで、私も師匠もとても楽しみにしておりました。そしたら本当に急な流れでしたが、家主のピーターの甲冑を着てみろと言われまして、この家紋は私たちが習っている無双直伝永新流宗家の家紋ですね。本当に特注したなということがわかりますが、そもそもどんなお店で作ってもらえるんでしょうか。そしていくらで作ってもらえるんでしょうか。謎は深まるばかりです。いよいよ着始めますが、なんかよく見ると私はすごく適当な格好で人様のお家に遊びに来ておりますね。もうとにかく寒かったので、あったかい重視の格好をしております。ちなみに動画は師匠が撮影してくれております。ちょっと当ててみるだけかと思ったら、こんなちゃんと着せられてびっくりいたしました。これなんていうものなんですかね。なんか日本人ですが、一応居合も長くさせていただいておりますが、鎧の中のものまでよく知らないかったもので、みんなに着せられているという感じですね。でもちゃんと手を差し出して協力的に積極的に着ております。着せられてるか。先生が着た方が良かったんじゃない？僕小さいから無理。しかし改めて動画で見ても、掛け軸や後ろの棚飾ってある小物からピーターがどんなに日本を愛してくれているのかが伝わって嬉しくなりますね。センスもすごく良いです。ちょっと踊って見せておりますが、ピーターが上を向いて歩こう、
爆音で流してくれまして、それでちょっと踊ってみておりますが、著作権の問題で音は最小限にしております。ちょっぴり倍速してみますが、肩に巻いてるのがひたたれ、腰に巻いてるのがはいだてというものだそうです。彼の胴回りのサイズなので、私が着ると中はスカスカになっております。これは肩を守ってくれるやつですね。本当にいろんなパーツがあるんだなと改めて知りました。体のやつだけで結構重くてですね、これで走り回ったり戦ったりできなそうな感じでしたが、このお面をつけたらもう全然喋れないのと下も見れなかったですね。これはサイズを調整してもらってるとこですけれども、すごい緩かったり、逆にこの後ちょっときつすぎたりしてですね、言いたかったですけど楽しかったです。ついに兜を頭に乗っけてもらえる時間になりました。ずっと彼の背中しか映ってなかったのでカットしましたが、その兜の紐を結ぶのもなかなか大変そうでした。ちょっとこう見てもよくわからないですけれども、顎のとこで止まってる感じですね。とにかく頭も重たくなりまして、後ろにのけぞってしまう感じで、とても格好が悪いですけれども、自分じゃ全く見えないですし、ようやく終わったってほっとしつつ、刀をもらうとなんか嬉しくなっちゃってるみたいです。お腹もペコペコなのでサクッと撮影タイムです。いかがでしょうか。刀をこう持ってと言われるがままにやってみております。で、このまま座れと言われましたが、なかなかしゃがむことができない。牛の座り方、とってもしんどかったです。そもそもこの格好で縦膝の座り方はしたんでしょうか。大河ドラマでは戦の時に武将はちっちゃい椅子に座ってるイメージですよね。そして外すのも一苦労です。ただこんなね、オーダーメイドの日本の鎧兜を着る機会なんて日本でもめったにないことだと思いますので、ドイツで貴重な経験をさせていただきました。いよいよお待ちかねのチーズフォンデュタイムです。Keep on moving, keep on moving, keep on moving, never stop. Never stop. 本場の何種類かのスイスチーズをオリジナルでブレンドして作ってくれたそうです。Like this. はい。In the pot. Moving. Moving. Very important. スイス在住の彼女がフォンデュのお作法を教えてくれました。And eat. 5 to 肩 each. That's it. みんなが見守る中、師匠が緊張のチャレンジです。4, 5. Okay? Okay. Turn. Turn forward. Turn. Yeah. はい、すごい湯気だったんです。すごい、だから熱そうでなんか、ちょっとそのまま心配です。口に入れてください。取らない。見るからに熱そうなパンをそのまま食べてみてくれという、私は悪魔でしょうか。うん。チーズが美味しい。美味しい。チーズフォンデュにはやっぱり白ワインですね。Libelle si chiama. 彼の道場の名前にはトンボが入ってるので、この見せてくれてるのも道場の家紋
ロゴですけれども、やっぱりトンボのグッズを見るとついいろいろ集めてしまうそうで、その気持ちはわかります。こちらも素敵ですね。このおじさんたちが仲良くしてるのを見ると私はとてもほっこりするんですが、同じ気持ちの方はきっといらっしゃると思います。私のフォンデュチャレンジも動画を撮ってくれていましたが、本当に私人の話を全然聞いてないんだなっていうのがこれでバレてしまうんですけれども、聞いてるつもりなんですけどね全然ダメですね。師匠は一発でできていましたが、さすが師匠ですね。猫舌なので恐る恐る口に入れておりますが、全然熱すぎずワインが効いててとっても美味しかったです。ちなみに日本人の皆さんはチーズフォンデュお家で食べるでしょうか？うちは結構食べる家だったんですけども、師匠は初めて食べたっておっしゃってたかな。家で食べたことないっておっしゃってたかな。こんな感じで日本では高級レストランでしか食べられないとみんなに説明してたんですけども、うちは結構やる家だったんですね。ただ本場ではパンとポテトしかフォンデュしてはいけないというしきたりがあるそうなんですけれども、日本の家庭ではソーセージとかブロッコリーとかプチトマトとかもチーズフォンデュにやるよってスイスの彼女に伝えたら、すごく大げさにもう信じられないという感じで頭を抱えていらっしゃいました。それは多分和食を海外風にアレンジされてありえないって思う感覚と同じだと思うんですけど、今こうやって喋りながら和食で言うなんだろうなって想像するとちょっと思いつかないですが、でも例えばお寿司にチョコレートソースとかかけられたらありえないって思うと思うんですけど、そんな感じでしょうかね。そんなこんなであっという間に楽しいディナータイムも締めのお時間となりました。シュナップスで乾杯です。この動画編集していて、この時ね本当に大好きな皆さんとこのあったかいお家で過ごした時間が本当に楽しくて幸せだったなっていう気持ちが蘇ってきて、やっぱり編集してよかったなと思います。またドイツで同じように同じメンバーでホームパーティーをするっていうことは多分いろんな意味で難しいので、この時の旅っていうのは私にとっても多分師匠にとってもみんなにとってもすごく特別で大切な思い出だなって思って、だいぶ時間は経ってしまったのですが動画という形にしたくなりました。というわけで、実はまだまだドイツ旅行の動画が続きます。ちょっと今まではですね、台本をしっかり書いて台本通りにっていう感じでナレーションとって進めていたんですけれども、今回はだいぶアドリブでお話しさせていただきまして、聞きにくかったとは思うんですけれども、この方が楽しく話せるなっていうのと、気合を入れないで編集していった方が、サクッとお届けできるかなと思っておりますので、ちょっとこの形で投稿を続けてみたいなと思っております。こんな形でも楽しんでいただけましたら、また次の動画でもぜひお会いしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。